皆さんはネパールの国技って知っていますか？ネパールの人たちは日本でも人気のあるあのスポーツが大好きなんです。Namaste everybody, Guy san is here. 今回の動画では日本でも人気なあのスポーツがネパールでも人気があるのか、ネパールで盛んなスポーツトップ5についてお話ししていきたいと思います。2023年は日本でもスポーツがとても盛り上がった年でしたね。日本の WBC の優勝や日本のサッカーチーム、そして強豪相手を撃破としたニュースを見た時はとても心がスカッとしました。特にスポーツゲームを生で観戦して盛り上がるあの一体感といったらたまりませんよね。またゲームそのものだけではなくてですね、食べ物やビールの売り子さんだったり、また休憩時間なども飽きさせないダンサーさんやチアさんなどに目がいってしまうっていうこともあるんではないでしょうか。もちろんネパールでもスポーツはとっても人気です。なので今回の動画を通して皆さんにもネパールのスポーツ事情について詳しくなっていただけたらなと思います。このチャンネルはネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録をコメント欄の方で応援してくれると幸いです。また僕ガイさんですね、公式 LINE の方も始めましたので、概要欄の方に貼っておきます。そちらでは私のネパールのフィールドトリップの活動内容だったりとか、動画の配信についてもいち早くお届けしますので、ぜひぜひ LINE の方で登録をお願いいたします。じゃあ早速内容に入っていきましょう。まず前提としてネパールでは未だにスポーツアスリートの社会的地位が確立されていないっていうのが事実なんです。現在はプロの選手であっても代表選手であっても選手としての給料だけでは多くの選手は食べていくことが難しいという現実があります。さらにネパールで起きた大地震の影響は大きく、2015年頃は国立競技場ですら至る所がひび割れている状況でした。そういったスポーツをする人たちはとっても厳しい状況にはいるんですけども、ネパールのアスリートたちは夢に向かって日々練習して努力をし続けていることは事実なんですね。そしてネパールの国技に設定されているのがカバティとバレーボールです。バレーボールが国技になったのは比較的最近のことで、約10年前ぐらいに国技として設定されました。またダンディビオという日本には馴染みのないスポーツも人気があったので、非公式に国技にされていたという噂もあります。早速お話を始めていきたいんですけども、なぜネパールは国技としてカバティとバレーボールを選んだのでしょうか。まずそもそもね、カバティってさっきから言ってるけど何それっていう方々たくさんいると思います。ご安心ください。後ほどしっかりとご説明いたします。ではまず国技についての背景知識についてご紹介しますね。国技はその国の文化と関係が深く、国民に根付いたスポーツであることが重要です。ネパールはインドの影響を強く受けているので、インドで人気なスポーツはネパールでも国技として大切にされているのです。バレーボールは2017年に国技となりました。ネパールの国内ほぼ全域で行われていて、特にシェルパ族という民族の間で盛んに行われています。標高 4000m で行われているバレーボールは世界一の高さで行われていると言われています。皆さんもしですね、ヒマラヤ地域の方に行ってですね、シェルパ族とバレーボールをやるってなった時、はしゃぎすぎると酸欠になります。酸素薄いんでね、彼らはもう慣れてるんですけど、私たちやったらすぐ酸欠するって高山病でパターンなので、そこだけは気をつけてください。日本でも同じようにですね、国技が設定されていても、それが日本人みんなが好きっていうわけではありませんよね。もちろん日本の国技として設定されている相撲は人気があるんですけども、周りを見渡すと相撲をやっている友達より野球とかサッカーをやっている人の方が多いんではないでしょうか。そういった考え方と同じように、ネパールではバレーボールが確かに国技ではあるんですけども、他のスポーツもとても人気があるよっていうことを知っていただけたらなと思います。それではここからネパールで盛んなスポーツランキング5選をご紹介していきたいと思います。ネパールの人気スポーツランキング5位は柔道です。首都カトマンズには柔道の教室があり、授業で教えている学校がとても多いんですね。あなたはもし変質者から襲われたらその人を撃退する自信はありますか？海外の方からすると日本人なら柔道を誰でもしているっていうイメージがあるらしいんですけども、みんなが背負い投げできたら逆に驚きませんかね。でもネパールでは柔道は護身術として習っている方々も多いので、そして学校では授業に取り入れているところも多いので、いざという時に自分の身を守る大切な方法となるんですね。
また余談なんですけども、実は私左耳が聞こえていなくてですね、聴覚障害を持っているんですね。その関係もあってネパールの聴覚障害者の方々といろんな交流をさせていただいているんですけども、そのうちの一つにカトマンズにですね、耳の聞こえない柔道場、デフ柔道を行っている方々がいるんですね。その人たちに話を聞くと、やっぱりですね、耳が聞こえないと誰かが襲ってくるとか足音とか全く分かんないんですよ。その時に自分の身を守る時ってどうするんだろうって考えた時に、柔道っていうのがとても心強いみたいなんですね。またこのデフ柔道関係の動画もですね、私 YouTube チャンネルの方に何個か動画アップしていますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。話を戻しまして、ネパールの柔道家は柔道をとても愛しているんですね。柔道の創始者である加納治五郎は一人の神として信じられているくらいなんです。神様と同じスポーツをするとネパールでは幸せになれると信じられているみたいなんですね。これはやはり多神教であるネパールならではの考え方なのではないかなと思います。では次にネパールの人気スポーツランキング4位は、事実上の国技と言われたダンディビオです。ダンディビオは2人以上のプレイヤーでプレイします。このゲームは主にネパールの1980年代から1990年代の若者に非常に人気がありました。ただし現在では競技人口が少しずつ減ってきてしまっていて、4位という結果になっているみたいです。競技としてはクリケットや野球に近いです。サイズが違う2つの小さな木の棒を巧みに操り、打って走って守るスポーツなのです。プレイヤーは打者に、他のプレイヤーは野手に例えることができます。ぜひ今ご紹介した写真とですね、皆さんもググってみて、どんなスポーツなんだろうっていうのをですね、探してみてもらえると嬉しいです。私もネパールに行っていろんなスポーツチャレンジして動画も発信していきますので、よろしくお願いいたします。ではネパールの人気スポーツランキング第3位は、国技として紹介したカバティとなります。カバティは簡単に言うと、カバティと言いながら人にタッチするゲームとなります。おかしいよねカバティと言いながら人にタッチするってなんか変じゃないですか。どんな説明だよっていうね。でもこのカバティゲームをですね、実際に見てみるとですね、皆さんもきっと耳から離れない、言葉というかフレーズがですね、残ってですね、もう一度聞いたら一度やったら絶対忘れられないほどインパクトのあるゲームとなります。男子は 13m×10m、女子は 11m×8m のコートでカバティを行います。一つのプレーごとに攻守交代もするので、試合展開はどんどん変わります。カバティの魅力は何といっても駆け引きと迫力満点なところです。相手の体の一部に触れるために選手は様々な工夫を凝らしていきます。足で蹴り上げる人、目線をわざと反らして油断させる人、ギリギリまで近づいて相手を誘う人など、様々な盛り上がりポイントがあります。これだけ聞いてもですね、結局どんなスポーツなんて思う方いると思うんですけども、僕が見たやつはですね、で子供たちがやっていたのはですね、こう、手をこう広げながらカバティ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 っていくんですよ。これガチねこれ嘘ついてるんじゃなくて、この耳から離れないっていうのはこれです。カバティ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 ね、カバティって言いながらこう人がこう寄ってくるっていうね、子供たち同士でこうカバティ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 って来てこう人をタッチしたらアウトみたいな。どんなゲーム？鬼ごっこみたいに逃げるんじゃない、カバティで迫っていくっていうね、恐ろしいですね。ネパールの学校では日本のように普段から部活動をすることはないんです。しかしカバティの大会が近づいてくると、このために学校全体で準備を始めていきます。特にカバティは激しいスポーツですし、体格だけでなく技術が重要なので、どの学校もしっかり練習するみたいなんです。体格必要ってそうですね。このでっけえ硬いやつがこうやってしたら怖いよねちっちゃいやつ来たらこいつならこう手伸ばせば触れるなみたいな感じあるんですけどね。ネパールのお隣の国インドではですね、プロカバティリーグがあるほど盛んなスポーツなんです。ここからやはりインドの影響をたくさん受けているネパールでもカバティが有名な理由が分かってきますよね。ネパールとインドの関係性についての動画もですね、以前作ってみましたので、まだ見ていない方はぜひご覧になってもらえたらなと思います。ではお次、ネパールの人気スポーツランキング第2位はクリケットです。クリケットはイギリス発祥で南アジアで広く親しまれているスポーツです。日本ではあまり知られていないクリケットですが、世界の競技人口は野球よりも多いのを知っていましたでしょうか。
世界中に多くのファンがいるとてもポピュラーなスポーツなのです。ネパールでもですね、休みの日になるとクリケットを道路の脇道でしている人などですね、たくさん見ることがあります。実はこのスポーツどんどんと人気さを増していてですね、ネパールの人気スポーツ第1位の座を奪い取ろうとしている目前でもあるんです。ということで、現在のネパールで最も人気のあるスポーツは何なのでしょうか。その堂々たる第1位はサッカーです。サッカーは言わずと知れた世界中で人気のあるスポーツ、日本でもとても人気がありますよね。サッカーがなぜここまで世界中で人気があることか、皆さん考えたことはあるでしょうか。サッカーはボールとスペースさえあればできるからなんですね。ネパールに限らず、経済的に豊かではない国でも多くの人がサッカーをすることができます。さらにはサッカーはですね、活躍してプロ選手になって海外にスカウトされることでお金を稼げるっていうところも発展途上国の方々にとってとても魅力のある部分なのかなと思います。まあでもそうですよね。やはりバレーボールってなってもネットが必要だし、ピンポンってなってもラケットが必要だし、野球といってもベースとかさ、結構広い面積が必要になるじゃないですか。でもサッカーってもうゴールがなかったとしても線引いてこっからここに入ったらシュート決まりねみたいな、小さいスペースでもそうやって子供たちが遊んでいる風景って皆さんもわかると思うんですよ。って考えるとやっぱりサッカーってやりやすいんですかね。話を戻しまして、またサッカーの国際試合では国立競技場が満員になるほどですよね。ネパールでは国内各地にスタジアムを保つのはとても難しいことなので、多くのスタジアムが首都カトマンズにあります。リーグ戦だけじゃなく多くのトーナメント戦が開催されるのも特徴の一つです。スタジアムでの観戦はネパールでもとても人気らしいですね。もしもサッカー日本代表とネパール代表が戦ったとしたら、ネパール大好きのここの皆さんはどちらを応援しますでしょうか。難しいですね。ということで今回の動画ここまでとなります。ランキングには惜しくも入りませんでしたが、他にもたくさんのスポーツがネパールではとても人気があります。最近ではバスケットボールやバドミントンもですね、趣味で楽しむ方々が増えてきたそうです。やはりネパールでも世界中どこでもスポーツは人生の楽しみの一つなのかもしれません。では最後の最後に今回の動画の総復習をしておきましょう。ネパールで盛んなスポーツランキング5選、皆さん覚えていますでしょうか。その第5位は柔道でしたね。そして第4位が非公式に国技として設定されているダンディビオでしたね。そして3位は手を広げて迫ってくるカバティ。第2位はクリケット。そして堂々の第1位はサッカーでした。スポーツはその国の文化を表していると言っても過言ではありません。どの国と深く関わってきたのかによって、また時代によっても人気のあるスポーツはどんどんと変わってきます。これからは日本とネパールがどんどんと影響し合って、両国で幅広いスポーツが親しまれる時代が来るかもしれませんね。今後も皆さんにもっともっとネパールのことを知っていただくために、ネパールに関わる様々な情報を発信していきます。今回の動画でやったことがあるスポーツ、またはネパールでやったことがあるよってスポーツなどですね、ありましたらコメント欄の方で教えてください。また再度になりますが、公式 LINE の方も作りましたので、そちらから登録していただいて、公式 LINE でしか手に入らない情報であったり、アップデートをぜひ見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also.